かかれ。かくして光秀の号令のもと攻撃が開始されました。無論互いに見知ったる者同士ですが、ここは戦国、裏切りもまた乱世の常。むしろ互いの顔を知るがゆえに、なおさら無様な姿は晒すわけにはいかないのです。誇りと意地が激しくぶつかり合い、戦いは凄惨を極めました。信忠軍わずか1000余り、対する明智軍1万余り、絶望的な兵力差です。しかし信忠軍は凄まじい抵抗を見せます。何を隠そう、その先頭に立ったのが総大将である信忠自身でした。秀吉に仕えたおとぎ衆小村優子の創建インドの追善記は、信忠の武勇を次のように劇的に描きます。信忠卿は門から躍り出るや、完全に迫る敵兵を次々となぎ倒し、その数は17、8人にも及んだ。我こそは明智孫十郎、杉尾左衛門、参るかなり気を継ぐお相手いたす。名乗りを上げ、手だれの兵たちが再び信忠に襲いかかりました。しかし信忠の剣は新影流免許回転の腕前。3人の首をちょうちょうと撃ち落とします。信忠の獅子奮迅の働きに呼応し、馬回り衆も視力を尽くします。奈良興福寺の多聞日記には、三谷まで敵を撃退したと記されています。意外なくせに明智軍は非常な作戦へと切り替えました。二条御所の隣に近衛咲久の邸宅があります。その屋根は眼下の戦場を見下ろす絶好の射撃地点。開放的な造りの二条御神像の庭には身を隠す場所がありません。信忠軍は上空から降り注ぐ死の雨になすすべもなく射抜かれていったのです。清朝後期には二条御神像で信忠に準じた60数人が列記されています。信長の弟長門、信忠の異母弟信房、織田の一門、京都諸子代の村井貞勝、そして信長が誇った精鋭馬回り衆。そのうち野々村三十郎と福富平左衛門は七篠の戦いで前田利家、笹成政などと並んで鉄砲隊を指揮した人物です。桶狭間の戦いで今川義元の首を取った毛利新介もこの戦いで討ち死にしました。御所に火が放たれ、炎と黒煙が天をつきます。信忠も気づくと深手を負っていました。人数が減っていくのを見た信忠は燃え盛る館の奥へと引きます。